なんかファッションのことなどとても語れる身分ではないんですけれども、こちらに来てから変わったところという点では、どうやって見せるかっていうのを考えるようになりました。昔はどうやって隠すかっていうのを考えてたと思うんですよね。今はどうやって自分のいいところを見せようかっていうことを考えていると思います。例えばもう白髪だらけなんですけれども、この黒髪をどうやって見せるか、いつもこうやって鏡を見つめながら、そういうことをどうやって見せるかを考えるようにしていると思います。白髪もどうやって見せるか、例えばこの生え際にある白髪をどうやって生かしていいのかなということを考えたりとか、あと服装で言えば、もう貧弱な体なんですけども、ある時私のこの貧弱なこの胸板の薄さがエレガントだと義母に言われたことがありまして、それ以来そうかと思い、こうなるべくキャシュクールと、これキャシュクールっていうんですよね。あと胸のボタンも少し広めに開けて、胸がない分多分そういうのを見せても全然いやらしさがないっていうことにも本当に気づいたのはその義母の言葉のおかげなんですけど、どうやって美しく見せるか、ネックレスとかもどうやってそれを隠さずに見せられるか、そういうことを考えるようになったのは、やはりフランスに来てからのことのような気がします。ロンドンで結婚式を挙げたんです。これ実は私がデザインして、一部私が作ったんですよ。このデザインにした理由なんですけれども、イギリスのというか世界的にそうなのかもしれないんですけど、割とデコルテなドレスが多い中で、私はちょっと胸元に自信がないのでどうしようと困っている時に、ロンドンで知り合ったクチュリエの方と相談していた時にですね、あなたどこを見せたいのっていう話をしたんですよ。っていうのが、私がちょっとデザインいろいろパラパラ見ながら、これはダメ、私ここ自信ない、これはダメ、足短いからダメ、腕もダメっていうふうにどんどんダメ出しをしてたらば、エリザベスがもう驚いて、あなたさっきから隠すことばっかり言ってるけどどこ見せたいのっていう話になって、でその時に彼女にあなたは肌も綺麗だし、東洋人だからってことなんですけども、あとは胸がないのは確かだけど鎖骨のあたりがとってもエレガントっていうふうに言っていただいて、彼女の言葉を信じて、じゃあどういうデザインにしましょうかっていうことで、このようにキャシュクールの、今日着てるのもキャシュクールですけども、それ以来ずっとキャシュクールを着てるっていう感じもするんですがの、このデザインのウェディングドレスに決めて、上の部分は実は私が作りました。下の部分のスカートをエリザベスに作ってもらって、ちょっと巫女さん風のウェディングだったんですけれども、でもこの経験から本当になんか装うっていうことの楽しさが分かり、本当に日本にいる時意識してなかったんですけど、やはり隠すことをメインに考えたような気がするんですよね。足が太いから隠す、腕が太いから隠す、胸がないから隠す、そんなふうなことばっかり考えたと思うんですけれども、この辺りから、そしてその後フランスに来たっていうのもあるとは思うんですが、どうやって自分を見せるかっていう、そういう装い方について考えるようになったような気がします。もうたどり着くまで大変でした。最初の選択はペンキにするか、壁紙にするか、それかフランスはたまに見かけるんですけども、布張りにするかっていう3択がありまして、私はペンキはもう他が全部白いペンキなので、ペンキじゃないのがいいなと。でペンキはじゃあ次は壁紙にするか布張りにするかということになりまして、なんか落ち着いた
寝室にしたかったので、じゃあ布はどうだろう、で私はこの色が好きなんですよ。でも大胆な色ですよね。これで全部部屋を塗ったらどんな風に、好きな色だけど実際に壁にかけたら壁が一面こうだったらどうなるんだろうっていうのがわからない。夫に本当にいいの本当にいいのって聞かれれば聞かれるほど自信がなくなるので、この布を買って、でこれをね画鋲でこうやってかけて一晩寝てみたんですよ。やってみたらやっぱり確かに暗すぎたな、私の思っている落ち着いた部屋を超えたちょっと落ち着きというか暗すぎるなっていうのが分かった。じゃあ違う布をもうちょっと華やかにしたいなと思って、今度は、モンマルトルの丘のたもとにある布地の問屋街まで行き、この他にもいくつか選択あったんですけど、この布をまた、この高さが2メートルちょっとなので、2メートルちょっと同じ高さの、メートルだけ買い、同じようにこれも針。本当はこの柄はこちらが表らしいんですけれども、これだとちょっとなんか気が散っちゃってダメだな。で翌日にじゃあ却下しようと思ったんですけども、こう画鋲を取り外してはらりと落ちた時にこちら側が出て、この赤の配分だったら落ち着くのかなと思って、これでまた貼って、1夜2夜過ごし、やっぱり違うねってなりました。でその後で今度はこう壁紙のサンプルをいくつか取り寄せて、同じように貼り、本当画鋲止めして、またちょっとしばらく 2,3 日過ごしてみて、違うねこれだじゃあ思い切って全然ストライプになってどうっていろいろ試して、最終的に落ち着いたのがこのウィリアム・モリスの、壁紙だったんです。これも色のトーンがいくつかあるんですが、青ベースだったりピンクベースもあったかな、なんかあるんですけれども、あとモノクロっていうのもあったかもしれません。でも私はこの色が今50代という私たち夫婦にぴったりな深さを持っていると思ったのと、花の柄がなんとなくこう大胆でセンシュアルで素敵だなと思って、これ大きな柄でどうなんだろうと思って自信はなかったんですけども、また画鋲止めをして、でも広げた瞬間に分かりましたね。これだって。で夫も同じように見た瞬間にこれだね、決まりだねとお互いにも本当にインスピレーションがぴったりあったのがこの壁紙だったので、工事の時も建築家の方にも工事のおじさんにも大胆すぎないかいって言われたんですけども、揺らぐことなくやってもらって全部貼ってもらったんですよ。でその出来上がりを見てみんなに正しい選択だったって褒められまして、私もなんかやったね感がある寝室です。一番リスクが少ないと思います。ちょっとなんかサンプルも大きめにもお金を払ってでも、取り寄せるべきだと思いますね。ワンロール、壁紙の場合はワンロールになってしまうかもしれませんが、ラッピングペーパーとしても使えますし、無駄にはならないので、サンプルを取り寄せて布張りにチャレンジされる場合は、天井から床までの長さ分を買って実際に画鋲でも貼って、その中に自分の身を置いてちょっと時間を過ごしてみたら、それが正しい選択なのか間違った選択なのか分かると思います。これは横浜の焼き物なんですよ。我が家は横浜に
2年ほど転勤で住んでいたことがありまして、その時に出会ったものです。日本の西洋風、面白いでしょ。横浜らしい柄で、私いまだにね、テーブルセッティングするときにナイフとフォークの置き場所で悩んじゃう。あとは後でセアビアットを添えて出来上がりです。シンプルなテーブルセッティングですけど、シンプルイズベストだと思います。よく食べられないもの、食べ物と関係ないものをこう置かれてるテーブルも見かけるんですが、あれはちょっとやっぱりエレガントのルールに反しているのかなと思ったりもします。やっぱり食卓はあくまでもものを食べる場所なので、あまりそれ以外のものは見せたくないなと思います。あとは日本の方はもう皆さんご存知のことばかりですけども、花は香りがないものを、ろうそくももちろん香りがないものを使ってくださいね。横浜にはすごく私愛着があって、お皿も私のルーツだと思って大切に皆さんにサーブする時にお出ししてるんですけど、これもね、同じその横浜の窯のタイルなんです。本当はここを工事するとしっかりとはめ込んでいただきたかったんですけど、そうするとすごくこのタイル全部壊さなくちゃいけないみたいなこと言われたので、諦めてこんな貼り付けた形にしておりますが、これも昔と文明開化の頃の横浜のを描いたタイルです。これもそうなんですって。昔の横浜の吉浜橋だったかな、どこかの辺りの、これがね、台所にあることで私の中ですごく慰められるものがあるんです。私はフランスに来ているけれども、元はここから来た人間なのよっていうのを感じながら生活暮らすことですごく心が慰められてます。